はい、セリカさんです。今回はハイグレードビルドストライクギャラクシーコスモスプラフスキーパーティクルクリアを蛍光塗料で塗装しながら制作していきます。すごく便利な100均商品を使って塗装していくので、気になる方は最後までご視聴お願いします。それでは作っていきましょう。このガンプラはガンダムベース限定品らしく、全部のクリアパーツにラメが入った特別仕様となっています。商品にも書いてある通り、このラメがアニメでガンプラを動かすためのプラフスキー粒子を再現しています。クリアパーツと非常にマッチした見た目で、限定品らしく豪華な雰囲気を堪能できます。このガンプラはラメが入ったクリアパーツだと紹介しましたが、じゃあヤスリで削って大丈夫なのかと制作途中で疑問に思いました。パーツの樹脂の中に埋まっているので大丈夫だとは思いますが、パーツの先端が丸まっているので、それを尖らせるついでに実験してみました。使用したヤスリの番手は画面に表示しておきますが、400番で形状を整えて、あとはヤスリ跡を細かくしていくように作業しました。400番のヤスリまで終わったパーツを比較してみますが、比較すると元のパーツがいかに丸くなっているのかわかりますね。パーツの表面はヤスリ跡でラメがほとんど見えなくなっているので、ここからさらにヤスリ作業をして最後にトップコートをしていきます。ヤスリ作業が終わったら光沢のプレミアムトップコートを使って細かいヤスリ跡を消します。スプレータイプを使いましたが、エアブラシでも同じなので好きなものを使ってください。作業が終わったパーツを確認してみると、ちゃんとラメは無事でした。ラメが表面についているわけではないので大丈夫だとは思ってましたが、確認作業は必要なので一応やっておきました。表面処理とトップコートをしたので、元のパーツよりもラメが輝いて見えます。ヤスリ作業をしてもラメに影響がないので、余裕があるならやってみるのがおすすめです。ここからは100均の道具でパーツの縁を蛍光塗装していきます。使用した道具はダイソーで購入した手作りペンキットです。これは自分で好きな色のマジックを作れる商品なので、これに好きな色の蛍光塗料を入れてガンダムマーカーのように使えるようにします。ペンの作り方ですが、まず作りたい塗料を用意します。今回は普段は透明でブラックライトを当てた時に発光するラッカー塗料の蛍光クリアを使用します。希釈は1対1くらいを目安にやりましたが、目分量なので正確ではありません。塗料を用意できたら、塗料を吸収させる芯を紙コップに入れてしばらく待ちます。透明で分かりにくいのでブラックライトを当てて確認してますが、吸収した塗料が芯の8割ぐらいまで上がってきたら取り出します。取り出したら芯をティッシュなので軽く拭いてペンの中に押し込んでから蓋をして完成です。あとは塗料がペン先からしっかり出てくるのを確認します。透明なのでブラックライトを当てながら確認しましたが、しっかり塗料が出ています。ペンが完成したらパーツを塗装していきます。パーツへの塗装は簡単で、パーツの縁をペン先でなぞっていくだけです。ペンなのでパーツをなぞった後が直線になりやすいのがメリットですね。筆だと綺麗な直線にするのが難しいので、不器用な人はペンでやった方がやりやすいです。塗装してブラックライトを当てるとこのような見た目になります。乾燥してすぐに使えなくなる心配があると思いますが、蓋をした状態で1週間放置した後でも乾燥しないで使用することができました。どれくらいで使えなくなるのか分かりませんが、すぐに使う分には問題なく使用できます。他の色付きクリアパーツはペンで縁を塗装した後にエアブラシで全体に色をつけました。一例としてレッドのクリアパーツを写していますが、ラメが見えるようにクリア系の塗料を使っています。塗装したパーツにブラックライトを当てると全体的に発光するのですが、縁を塗装した部分だけ浮いて見えるようになります。普通に全体を塗装したらただパーツが発光するだけなので、少し変化を入れてみました。蛍光塗料を重ね塗りしてこんな遊び方もできるので紹介しました。関節などクリアパーツ以外のパーツはウルトラシルバーで塗装した後にクリア系塗料で仕上げていきます。普通のパーツもクリアパーツと同様にキラキラさせたかったので、粒子が粗いウルトラシルバーを使いました。ウルトラシルバーは隠蔽力があまりないので4回の重ね塗りをしています。シルバーの後はクリアブラックを塗装しますが、最初はほとんど色がつかないので塗装をして乾燥させてを繰り返してしっかり色をつけていきます。シルバーの粒子が粗いおかげでクリアブラックを塗装した後でもキラキラした見た目になっています。外から見える部分はなるべく綺麗にやって、外装パーツで隠れる部分はそこそこぐらいにしています。他にも細かい塗装はしていますが、大きな塗装はこれくらいです。ここからはデカールを貼っていくのですが、今回は組み立てをしていないのである程度組み立てておきます。組み立てたらブラックライトで発光するデカールを貼っていきます。秋葉原のヨドバシに売っていて面白そうだったので買っていたのを使ってみます。これら以外にもたくさんの蛍光デカールが販売されていました。ブラックライト
を当てるとこのように発光してくれます。どちらもしっかり発光してくれるので、蛍光塗装をしなくてもこれを使えばブラックライトで発光を楽しむことができます。使い方はガンプラに付属している水転写式デカールとほとんど同じです。最初に使いたいデカールをデザインナイフなどで切り取ります。表面に保護シートが貼ってあるので、必要なデカールを切り取りながら剥がしました。切り取ったらデカールを水につけて、ティッシュなどで余分な水分を吸収させつつデカールを貼れるようになるまで待ちます。デカールを貼る前にパーツにマークセッターを塗っておきます。なくても貼れるのですが、しっかりデカールを定着させるために保険としてマークセッターを使っています。あとはシートからデカールを取って目的の箇所に貼り付けます。貼り付けた後は綿棒で優しく押して余分な水分を拭き取ります。この後はちゃんとデカールを定着させるまで1日乾燥させました。乾燥させたら表面にある透明なフィルムを剥がします。これは保護シートとは別のものなので、間違って最初に剥がさないように気をつけてください。透明なので分かりにくいですが、デカールとパーツを傷つけないように慎重に剥がしていきます。フィルムを剥がしたら塗装したかのようなしっかりとした見た目になります。透明なデカールも同じ手順ですが、透明なのでめちゃくちゃ作業しにくかったです。特に透明なクリアパーツに貼るときが見えづらくて一番難しかったです。貼るパーツなどにもよりますが、透明なデカールは作業が難しいので上級者向けな感じがしました。ですが面白い商品には違いないので、使えそうならチャレンジしてください。デカールまで貼り終えたら最後に光沢のトップコートをやってデカールを保護します。デカールの注意点にクリアを吹きすぎると溶けるかもしれないと書いてあったので、薄く重ね塗りをして仕上げました。トップコートまでやったら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。クリアパーツ全体にラメが入っているので、組み立てるとものすごくギラついた見た目になります。今回はある程度塗装していますが、もしかすると素組みにトップコートをするくらいの方がこのガンプラの見た目を味わえるかもしれません。これにブラックライトを当ててみます。蛍光塗料で塗装した箇所がしっかり発光してくれています。赤い模様のデカールは大きいので見やすいですが、透明な小さいデカールはほとんど見えないです。そこら辺は大きさの関係なのでしょうがないですね。ビームライフルとシールドについている接続アームを連結させることができます。シールドで受けたエネルギーをライフルに転用するシステムだそうですが、アニメでそんな描写があったのかはよく覚えてないですね。背中のバックパックは取り外してギャラクシーブースターにすることができます。パーツを取り外すことなくこれ単体で変形させて、台座も付属しているのでそれに取り付けて飾ることができます。こういう支援機と合体するなどのギミックは非常にロマンがあって好きです。またギャラクシーブースター単体にブラックライトを当てるとペンでなぞった塗装がよくわかるようになります。ビームサーベルは2本付属していて両手に装備することができます。動画にはしていませんが、ブラックライトで発光しなかったので、これも蛍光塗料で塗装しています。筆で簡単に塗装するだけなので特に難しいことはしていません。最後にビームライフルの形状を変えた状態のビルドストライクを見ながらこの動画を終わりにします。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。